殺してるんだ。なんで結構私ご飯作る。できれば7割ぐらいの収納で。そうよ、ここにここら辺にスペースは結構いっぱいんです。でしょ？あなた体曲がりながらご飯作ってんの？いや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 、よくない。真正面でやらなきゃダメ。分かったわよ。じゃあやるわ。つべこべ言わずに出してじゃん。はい、わかりました。こんなことぐらい手のかっぱよ。今回の週末ビフォーアフターは2人のお子さんがいる4人家族で一軒家にお住まいのお宅の完結編でございます。前回和室の寝室を2階に移動して快適なリビングに生まれ変わらせることに成功いたしました。残すは2階とキッチンです。どんな風に生まれ変わるのか、続きをご覧ください。イメージとしてはこっち側で寝て、まあ私のイメージですよね、はい、こっち側で寝て、こっちはちょっと子供が寝る前に少し遊べるような、だからこっちおもちゃでいいですよね。そうね。あ、そうですね、2階のおもちゃ。パパさんが真ん中向こうに行けばあそこに布団が入ります。そうよ、そうしようよ。わかりました。パパさん洋服あっちで平気？全然だって普段稼働しない。あ、そう。だってこの人たちが寝てる時に父ちゃんあっちで短くした方がいいじゃん。むしろ朝早いもんね。むしろ早いもんって今頃言わないで。そんなの言われなくてもわかるわよ。ここに寝てるのにパパのものがあるとガサガサしづらいってなると、パパは今は個室の方がいい気がする。じゃあそうしよう。はい。じゃあそれで動かしましょうね。そんなに真面目にやるつもりじゃなかったんだけど。なんかもうスタッフがすいません。せっかくなのにね。やめて。ひどいのよ。誰も私についてくれないって、いるのあんたしかいないってどういうことみたいな。しかも大きがついないし。だから一番ここを開けるってことでしょ。要するに。あ、はい、そうです。はい。で、使用頻度で入れてる？おおむねね。おおむねね。だからここら辺はなんとなく、そうですね。まあいっかみたいな感じで上げちゃってるだけでしょ。そうですね。あんまり使わなかった。で、あともう一つ、この右側が嫌な理由は何？ごちゃごちゃしていて取り出しにくいのと、紙ゴミを分別しないといけないので、今はここに出てるね。出てるんですけど、下の子が全部紙ゴミを台所に侵入してトップやっちゃうので、ここに入れてたりするんですけど、じゃあ入れたい感じね。そうですね。ただ入れちゃうとなんか結局スペースを作ってしまうので、それはなんかちょっともったいないなと思って。そうなんだ。ここがなんかごちゃごちゃしてるので、なんか結局要は箱が弱いって感じなのかもしれないですけど、まあめっちゃね、火の後ろだから最高なはずなのに、なんかそうね、なんかちょっと違う。この鍋は出てんのいつも？あ、いや今さっきお昼ご飯で使ったんでいつもします。あるのね、しまってね。じゃあここら辺は火のライン水ラインで結構できてる感じ？この辺はあ、でもあれね、本当あれね、大して入ってないからどうにかなるみたいな話ね。でもさ、水切りネットは水のラインの下にあればいいの。なんか私は今使うものと使ってないもので右と左で分けてるじゃない？どっちかって言ったら水は水の中でやって火は火の中でやればもっと火のラインがうまく回るような気がする。まあ言うほどそんなにないっていうのもあるけど、なんか水がすごいたんまりあるってなったら、意外と油そっちになかった今。だから例えばこっちに調味料をやればもっと水のラインがいけるとか。結局あとここにそのゴミとか置いちゃうと、ここが出しにくくて、だから殺してるんだ。なんで結構私ご飯作る。こうやって生でこうやって作ってました。
かそのふるさと納税とかそういうのなんかいただき物とかでいただいた時にそこに大物がどんどんって乗っちゃうので、できれば7割ぐらいの収納でそうよ、ここにここら辺にはスペースを空けときたいんですよね。でしょはいそういうことです。あなた、体曲がりながらご飯作ってんの？まあさすがに火の時にこうやってやりますけど、でよくない。真正面でやらなきゃダメ。ここにあるがゆえにそうよね。そういうこと言わなきゃダメなのよ。今多少少ないけどもっと多い時があって、そうですはいここにまっすぐ立てる時がないってことでしょ。そしたらここにフリースペースが必要なのやっぱり。で結構もうちまちま買うのがめんどくさいので、コストコで結構ドンって買っちゃったりすることが多いので、そうすると一個一個大きいんですよね。はい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 でそれを、ここじゃないのよ。そうストックしておく場所がそうね。わからんくて、分かったわよ。はい。じゃあやるわ。もうつべこべ言わずに出してじゃん。はい、わかりました。ストックが大事ね。分かったわ。いいわよ。こんなことぐらい。へのかっぱよ。なんか高さ変えるだけで印象が全然違う。何が変わるだけで？棚板の高さ。本当に？もう分かる？棚板が変わったって。わかりますよ。誰がどう見たってわかるじゃないですか。いやいや、みんな何にも変えないで使うからね。私は何を思ってるかって言ったらやっぱ食材が点々としてるのが良くないなって思う。それなのになんか食器が押し入れもそうだけどさ、いっぱい入る割にはいっぱい入れないっていう。だからまんべんなく入れるみたいなさ。メリハリは重要よ。その代わり私は徹底的に使わないものはもう使いづらくするわ。はい。でも気配が分かれば大丈夫。はい。ね。はい。使いたい時にね。これもあといくつかあります。分かってるわ。もうそんなに急がせないでよ。もう一人でやってんだからさ、今日はこの家はさ、そうなんです。一人なんですけどね。もうなんで全員を一人とか二人でやらせるのってなんでもうその他大勢のさ2階をそんな大勢でやるんだよ。でさ、お昼休み中にさ、じゃあとりあえず午前中1階は私がキッチンは私がやるからって言ったらどうぞみたいな。あ、でもそうなんですね。ここに使わないのこんな感じ。違うよ。奥ね。あ、奥。でもここはまだ使うんだよ。だってまあここにもいるけどさ、はい。なるほど。まあ別にこの後ろでもいいんだけど、まあなんていうの、もうここしか使わないみたいな。なるほど。そうね、じゃあここ出そうか一回全部。でさだから結局本当フリースペースあるって素敵なことなのよ。フリースペースあるって素敵なことなのよ。いくらでもどうにでもなるんだから。でも7割空いてたの。はい、そうですね。うん埋め方ですよ。そうなの、埋め方なのよ。埋め方なのよ。いやだから本当にさ、7割収納はいいんだけど、なんか下手くそな7割収納よね。
いうことで、私はキッチンは単体で考えるべきということで、普通ならお部屋とキッチンは別日にやるというふうに決めているんですが、お昼の間毎回私たちとっても話し合いが長いんですけれども、議論して純子がキッチンやればいいんじゃないっていうそんな感じで、ここは本当はやる気がなかったんですが、入れ方があまりにも情けないというかもう自分で入れといて使いづらいとか一応私なりに、取り急ぎ直してみましたので見ていただきたいと思います。どうぞ。どうでしょう。どうでしょうと言われてもそんな変わらないじゃないかというところがありますので、何を工夫したかというところだけ、少し説明したいと思います。まず古型式でいうこちらフィノラインに何が入ってたかっていうと、奥さんは口癖のように7割収納というか 70% みたいに言っていっぱい入れなければできる女だろうぐらいのことを言ってたんですけれども、微妙にスカスカな割にはここに食材がいっぱい入ってて、でこのコンロの下を見ればなんかスカスカな鍋たちが大事にミニマリストのように置いてましたはい、なので、もっと使いやすくするためには、今までこちらにあった鍋をなんとこちらに入れております。どうでしょう。だいぶすっきりしたと思います。そしてね、いつもここにいろんなものが溜まってしまうから、ね、体を曲げながら料理をしていた奥さん、安心してください。今日からまっすぐ立って料理ができます。それはなぜかというと、こちらに穴を掘っておきました。おー、素敵。はい、何もございません。素敵。いいでしょ。ここに穴が開いてるっていうだけで心にゆとりがあって、いつもここに溜まってしまったカビゴミでも何でもいいですよ。とりあえずここに突っ込めば料理がまっすぐ立てながらできると。親父が隠していた酒も本当は水のラインに行こうと思ったんですけど、この家っていい場所に収納がめちゃくちゃ高いかめちゃくちゃ低いかでいい場所がなくて、ここは申し訳ないんですけど若干下げたんで、ここ全部父ちゃんの場所になってます。はい、見ればわかると思います。隠し盛り以上もここにありますから特別な時に取ってください。念のためこの下見てください。はい、こちらに、食材がいっぱい入っておりますので、ここからいろいろ選んでいただければもう見にくいとか取り出しづらいとかないと思います。なんて言ったって全部見えるんですから。はいね、だからこの家ってそんなにいっぱいないからこれができるかなっていう感じですよね。やっぱりフライパンとか鍋とかすごいある家はこれ入れちゃったら鍋どこに入れるのって話なんで、だからこうなってるとすっきりするじゃないですか。ほんでワンアクション取れるとね、圧力鍋が立ったまま取れるっていうね、これはね料理をする父ちゃんからしてみたらめっちゃ嬉しいことで、大体料理作る親父っていうのがパスタ作るのが好きだっていうのはもうこのパスタのねストックの量見ればわかるんで、なので、背の高いお父さんでもこう使いやすいキッチンということでちょっと高めに設定しておりますので、上手に使っていただきたいかなというふうに思います。そしてこのキッチンで最大のビッグイベントは何といってもこちらでございますよ。7割収納6割収納なんならちょっとずつまだらに入ってただけですよね私はどっちかっていうと、出し入れしやすかったらパンパンでもいいんじゃないっていうような考え方で、それはなぜかっつったらまんべんなくちょっとずつ入れてあるよりも、もう使うものが手前にあればいいんじゃないって思っているので、どういう風に入れてあるか見てください。どうぞ。じゃあはい、まんべんなく手前に使うものが入っております。すいません、ちょっと7割どころか 100% 入れちゃってるんですけど、あなたがもうあっちにあると出しづらいとかこっちにあると使いづらいってうるさいもんだから、よく使う場所に全部入れてみました、はい、どうでしょう。日常に使うものが手前に置いていただいてるので、すごくワンアクションで取れるので、いいかなと思います。
そうですよ、はいごめんなさい、まあまあいっぱい入れちゃったわね私ねでもちょっとずつ気配が分かるからどこに何が入ってるか分かるってことですよ、まあね、こういうお茶のね沸かすやつも手で飛ばせばどうにかなりますし、もう父ちゃんのビールもいつでも飲めるので、あとはもうちょっとずつ自分がよく使うものをちょっとチェンジしてみたりとかっていうのは全然していただいていいので、はいこれをねちょっと、活用していただきたいなと。結構ねいろいろ入れ替えてて、はいここは弁当ラインだったり、はいここは米入ってたり、はい子供のお菓子が入ってたり、ストック系も、はいまあちょっと低くなっちゃいましたけど、はいここの穴は重要なので、はいまあここをちゃんと使っていただきたいのと、はいあとこっちもね意外と開いてますよ。まあこのね今使ってないということだったんで、もう死ぬほどあるサランラップもねご覧の通りこんなにいっぱいありますので、安心してください。最後ここもね、まあ多少ねストック品が、下に折れたことによって非常に使い勝手が良くなっていると思いますので、はいここもまだゆとりがありますのでしっかり使っていただきたいなと思います。あ、水のラインもねやったんだよ。ここはねまっちゃんがやってくれた。はい、こんな感じです。それねご主人もお料理するからこういうところ分かってんだよね、中身がね。あ、で、はい。あ、すごいわ。ごめんなさい、7割収納じゃないけどパンパンだけど。そしてなるべくあんまり出しっぱなしにしないように清潔なキッチンを心がけていただければ、やっぱり共働きで忙しいとどうしてもこういったところが汚れやすくなってしまうので、綺麗な状態で家事ができたら朝起きても気持ちいいし、帰ってきても気持ちいいのでね、お仕事頑張ってください。はいはい、もう当たり前なんですけど、棚板を変えるとか、変えた、変えたね。とかその発送の着眼のポイントはい、着眼のポイント。そうね、もうテストに出ますみたいな感じで、着眼のポイントね。がやっぱりすごいなと思いまして、なるほどここにこう入れるべきだっていうふうに固定概念で思っていたので、お鍋もそうなんですけども、あるべきところになくてもいいのかなっていうのがすごく、そうですね新鮮です。だから私もね、火のライン、水のラインとか言ってるけど、毎回入れ方変わるんで困るよね、みんなね。でやっぱり同じ家はないし、家族構成もしっかり何をよく使うかとか、こんなお酢ばっか飲む家もあんまないんで、ね、そうするとね、この家の家族に合った食器棚の使い方で、この場所はいろいろ臨機応変に変えていただければいいかなというふうに思います。じゃあなんとなく家事がしやすそうになったってことでよろしいですか？はい、ありがとうございます。はい。じゃあ最後2回もやったんで、はい、見に行きましょうか。はい、ということで本日1回と2回やったんですけれども、2回は一切私やっておりませんので、私も一緒に見に行きつつ、うちの愛子さんとかなみなに解説していただきたいと思いますので、まずはどちらから行きましょうか。メインに行きますか。はい、メインの、寝室、土地がすごかったらしいからね、もうね、一回中の使わないものたちが全部明治に来ちゃったからね、大変だったと思うんですけど、どんな風になったのか、2回見ていただきたいと思います。どうぞ。じゃーん。おー、めっちゃすっきりですすごい響く。す。何もない。本当ですね。っていうことは、こっちに布団が入ったってことかな。そうです。はい、見ていただきたいと思います。どうぞ。じゃあ、おお、素晴らしい。すごいじゃないですか。ここあれだよね、お父さんの服が入ってたところよねに布団が全部入って、なんならもうここで洗濯しろってことね。いや、いいと思います。1階にねずっと洗濯物干してると、あそこが景色とかしちゃうから、ここ明るいしね、ここにもあるからはいね、活用していただきたいと思います。あ、いいじゃない。でこちらは奥さんのお洋服ということで、そこは触ってません。あ、触ってないよね、なんか通りでなんか散らかってると思ったわじゃあここは開けちゃいけなかったね。ただあれね、ここにいっぱいなんか物が増えたよね。これなんでしょうか。誰が入れたのこれ。あ、お布団です。あ、お布団ね。あ、下にあったやつ。そうで殻もあります。これから夏になるので、ここで一括管理できると。もうほんとそのおかげでね、1階が生まれ変わってね、あんなに稼働率が上がったってことでね、いや、いいと思います。あ、すごい、もうなんもないわ。今日からあれでしょ、ここで出てあなたこのプラネタリウムでなんか見るんでしょ、この上でね、
望遠鏡かと思ったらプロジェクターだそうですよ、皆さん。はい、ということで今までよりも広くなったんじゃない？寝る場所としていやもう最高ですね。よかったね。あなたニヤニヤしてないでコメント入れなさいよ。嬉しすぎて嬉しすぎて。 2回見てなかったので。そうよね、ずーっと今日はもう10個とマンツーマンであってずっと嫌味やり下げてたからね。でほらこっち側足に何これ、ここに座ってここに入ってきた人に対して「どうもこんにちは、古方純子です」ってやる場所なの。ルンバ隠しです。あ、ルンバ？いや、ルンバじゃない、あなた。今までルンバ走れなかったよね。そうですね、四方を囲まれてたので。喜んで部屋を走り回る分いいですね。ルンバが喜ぶってあんまりないけどね。そうよ、ルンバもこの家の大事な家族だから。ごめんなさいね、私がちょっとどうしても上に上げるのは嫌だわって言ったやつが来たのね。いいじゃない、ここでね、お絵描きもできるし、絵本も読めるの。ここは何入ってるの？これ絵本とか。絵本とか。あら、そういえば何にも出てないわと思ったら、この中に、あら、本当だわ。あら、いいじゃない。ここもなんかそんなに入ってなくて、スカスカじゃないですか。そうなんです。ここは何ですか、上は。思い出です。あ、思い出がしっかり収まってて、はい。いいじゃないですか。はい、じゃあ寝室はこんな感じで、はい。すっきりと片付いたということで、収納だからすっからかんでしたからね。まあこうなるかなとは思ってたけど、やっぱりなくなるとね、嬉しいね。そうですね。でもありますね。そうよ、もうあんなジャングルジムでねやってんじゃなくて、もうここにジャングルジムを置いたらいいわよ。そうですね。確かにそれもいいですね。スペースができればいろいろ臨機応変に対応できるようになるのよ。もう物なんか置いちゃダメなの。じゃあこれで終わりですか？いや、まだあと2まだ部屋。ですね。はい。ということで、真ん中の部屋は、はい。お母さんが、リモートワークとかやるような部屋にしたいってことだったよね。はい。じゃあどんな風になったのか見ていただきたいと思います。どうぞ。じゃーん。おー。いや、なんかもう今日から開業できますよ、奥さん。はすごいじゃん。い。そうです。なんかここだけちょっと私にこの部屋貸してよ。もうすごい、もう編集がしやすそうよ。素敵ね。なんでだろうね。ただダンベルがなくなっただけだよね。なんかね、でもね、木の匂いがすごいし、でこの間来た時はすさみまくってたからね。ここで仕事ははかどるわよ、あなた。でここの収納には何が入ったの？ミシン。ミシン。ここで使うようなものだね。と、うんうんうんあとちょっとこれから整理して売ったりするのあ、も。そういう感じね。生管理のものを一応こっちにまとめて。だから本当さ、ここはやっぱりちょっと時間かけて売ったり整理したりしなきゃいけないものだから、一旦こうやって寄っちゃったけど、これがさ、このさ境界線のさ向こうに行っただけなのにさ、この部屋のクオリティの高さ。すごいです。見えないってこんなに気持ちがいいんですね。ほらもう教えた通りだ。そう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 。私はね、景色って言ってるのはそのことなのよ。私ね、お願いだから隠してっていう言い方をするの。別に頑張ってしまう必要はないんだけれども、使わないものって本当に止まったままずーっと景色とかしちゃうんで、何かお母さんは新しいことをやり始めたいっていうことは言ってたんで、そうなった時にやっぱりね、環境ってすごい重要で、新規ってなんか頑張ろうって思う時に、このやっぱり景色がなんか動いてないものと期待もしないものがここにあるだけで全然気持ちが違ったと思うわけだから、ここで私心機一転バリバリ働いて、ね、古方純子に払った料金を元取れるように、はい、しっかり稼いでください。はい、で最後にお父さんの物置部屋行きましょうか。ということで皆さん、今日最後になりました。はい、私は初めてこの家に来た時に絶対このお部屋は生まれ変わらせて、ここだけでもちゃんと、変われるように頑張ろうと思って、本当はキッチンやるつもりじゃなかったんですがまあただ本当にうちにはまなみさんと愛子さんという私がいなくてもちゃんと考えながら、作業してくれるスタッフがいるおかげで、きっとこの部屋も生まれ変わってると思いますお父さんの新しいお部屋がどんな風に生まれ変わったのか見ていただきたいと思います。どうぞ。
じゃーん、どうでしょおー、すごい。う。はい、もうここはトレーニング室になりました。おめでとうございます。この中に買った高い自転車も物置部屋の中にあり、非常にかわいそうな状態でしたが、もうここにこれがあるということで、私はここをお父さんのトレーニングルームにして、ね、お父さんもここで、ね疲れた体を癒していただき、そしてもうあんだけコンロの後ろにもありましたけど、もうプロテインもたくさんありますので、ジムのなんか CM みたいになっちゃってるんですけど、こんな感じで、ここにあったものたちだけで、コーディネートしております。はい、そしてなんといってもこちらに全てお父さんの洋服が来たことによって、ここが真のお父さんの部屋に生まれ変わっております。はい、自分の部屋を持つことに成功いたしました。お父さん、この部屋いかがですか？いやー、そうですね。なんかこの部屋もやっぱカフェとかこんな明るかったのかなっていうのほんとよね。なんか物置部屋の時はくすんでてね、なんかすごいなんか入りたくないような雰囲気だったけど、これだったら1個ぐらい椅子持ってきてあげればいいんじゃないの。あそこにいっぱい椅子あるんだからね。椅子もあってプロテインも飲めて、頑張ってお父さんも働いてるんだから、それぐらいいいと思います。ありがとうございます。どうか奥さん。いや、ちょっとうん自分の部屋があるの羨ましいなって。そうね、まあ、なんならね、あなたの仕事部屋とか広いんだけどね、やっぱりまだ子供が小さいということで、まあ、この夫婦のね個室を作ることができて、まあでも本当に今の時期って子供に時間をかける時間が多いと思うので、肉体的にも大変だと思うんですけれども、ただやっぱりこういうふうに自分のスペースがあるだけで、なんか今日も頑張ろうとかね、子供に心にゆとりを持って接することもできると思うので、もうこの時期を乗り越えていただき、ただあれですよ、もう間もなく個室が欲しいという娘たちが帰ってきますので、まあ、その後にね、寝室を、子供たちの部屋にするのか、ここの部屋を子供たちに渡して、大きい寝室を夫婦で作るのか、そういった臨機応変にやるためにはあまり物を増やさない方が、変えることがしやすいので、はい、とりあえずこのものの状態で少し頑張っていただいて、これから先家族4人で幸せに暮らしてほしいと思います。はい、まさかね6時間でまるっと一軒やるとは思わなかったんですけど、やりました。はい、本当にキッチンとかも最初やらないわよっておっしゃって、そうよそうよ、まさかやっていただけると。そうよ、あなたはもうなんかこの収納を横に倒してフィッツ入れてくれって言われて、それだけで帰ろうと思ってたんだよ。もうでもなんかやっぱり違うね、なんかこうアイデアみたいなのが入ることによって見方も変わってくるんじゃないですか。そうですね、自分はこうあるべきだっていう思いが強かったので、臨機応変に柔軟に対応していけばいいなっていうのが、本当今日新たな気づきというか新たな視点をいただけた感じです。もうそれをね、また自分の仕事にも生かしたり、子育てにも生かして、とにかく母ちゃんは機嫌よく生きてください。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ここにあったちょっと待って何いや、キッチンペーパーとか、あ、そうだった全部廊下収納。あ、廊下収納ね。そうどうぞ。じゃーん。ストックが見る。あー、すごい、全部入ったんですね。はい。倉庫と言われているところのもの倉庫にあったものね。倉庫のものです。これはあ、全部入った、すごい。在庫管理もしやすいですね。そうですよ。見えるようにやっとくといいですよ。どこもかしこに。左がはい。どれが？いろんな部屋にあった本を全部。すごいじゃないもう。おー、すごい。あら。さすが。前後にもう入れちゃったんで、後で見直して。大丈夫。本当にうちは手分けしてさ、私に何にも聞かずにやってくれるからさ、本当にありがたいなと思いますよね。でもね、この家はね、収納がね充実してる。だから何が私たち困ったかって仕組みがないことよ。収納はあるのに仕組みがないから、うまくこう出し入れする仕組みが弱いから、カラーボックスもう1個あったらもう1段できるのにとか、収納の中も出し入れしやすい入れ物があったらいいなと思うのに全部紙袋なんだよ。だからその工夫はこれからしていけばいいと思うので、それはご自身でやっていただいて、今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、ということで、今回のお宅は収納は申し分なく寄せるスペースがあったことで、お家丸ごと大改造することに成功いたしました。もうすぐ育休が明けるママさん、家事にし育児にお仕事に頑張ってほしいと思います。ということで、今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか？次回の週末ビフォーアフターは、引っ越し直後で段ボールだらけのお宅に訪問してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週。さよなら。チャンネル登録お願いします。